はい、どうもこんにちは、けんゆうです。本日はですね、アボカドを種から植えた時にどのくらいの期間で花が咲くのか、そしてどのくらいの期間で実が収穫できるのか、ということをですね、お話ししていきたいなと思います。で、この辺はですね、アボカド栽培者さんだけじゃなくて、家庭菜園とかね、アボカドを、ご家庭で趣味でね、1つ2つ、鉢植えで栽培してるよっていう方も非常に多いと思うので、すごく気になるところだと思います。で、一説にね言われている、ところではアボカドはね10年くらい、果実を収穫するのに10年くらいかかるよとか、桃栗3年柿8年アボカド10年15年とかねこう言われているんですけれども、では実際そこら辺本当に10年なのか、そこら辺どうなのかっていうところを、今日はね、お話し、していきたいなと思います。で、今回ですね参考にする書籍がこれですね、ジ・アボカドということで、こちらにものすごく良質な研究結果がありましたので、そちらを少しね、一緒に俯瞰して見ていきたいなと思います。はい、ということでね、早速、入っていきたいと思います。で、こちらのグラフはですね、このアボカドの花が、開花した時と、果実がなった時、にかかった時間、イヤーですね、こう年数を表しているんですけれども、今回この実験研究で試したのはですね11品種のアボカドです。でこれは1992年の論文で紹介されている研究結果になります。でこの研究結果を見るとですね11品種やっているんですけれども、結論から言うとですね果実の収穫はだいたいですね5年から7年で果実の収穫ができております。でこのグラフですねどう見ていけばいいかっていうと、この行にですねそれぞれその親の交配した親の名前があります。例えばですねハスとフェルテとかですね、ハスとフェルテの交雑種で出てきた、子孫が123株ありますと。でこの123株のうち、それぞれ、花が咲いた期間が、3年から10年でしたよと。で平均値がだいたい 5.8 年ですと。で果実が収穫できるまでにかかった年数が 6.3 年だよっていうふうに見ますと。で他にもエッティンガーとかですね、これはエッティンガーの自家受粉ですね。であとエッティンガーとトバという品種の掛け合わせで、トバとレジーナ、ハスとエッティンガーとかですね、こういうふうにいろんなこう品種で品種を掛け合わせて子孫を作って、その子孫がいつ花が咲いたのか、そしていつ果実ができたのかで、どのくらいの範囲だったのかとかですね、平均とかですね、こういう標準偏差とか見ているんですけれども、大体こう見ると5年から7年、ということで、かなり年数がかかったものもあります。確かにそのいくつかの品種ではですね14年とか、最長14年とかですね、10年を超えるものも、ざらにあるんですけれども、逆にですね3年で収穫できるものもあります。3年ですね、3年から、7年、3年から10年というふうにあるんですけれども、早ければ3年で顔によって植えてから果実が収穫できるものもありますし、遅ければ14年かかるというような研究結果が出ております。非常に興味深いですね。はい。アボカドっていうのはですねやっぱりその果実を収穫するまでの時間が非常に長いっていう特徴があります。で花が咲く時間がですね非常に長いんですね。で葉弱期って言って最初に木を大きく成長させるためにその力を使うフェーズっていうかその時期と、で、アダルトなその繁殖期というかこう種を残せる時期っていうのがそれぞれあってですね、この葉弱期っていう期間がものすごく長いんですね。でこれがかなり長いので現在ですねこの研究がすごく難しいっていう側面があります。でなぜ研究がアボカドの研究が難しいかっていうと、やっぱり葉弱期が長いので、その種を植えてから果実を得るまでのこのサイクルにものすごく時間がかかってですね、こう再現性の取れるデータっていうのが集めにくいんですね。なので現在まで、いろんな論文が出ておりますけれども、なぜこのこの葉弱期が長いのかっていうのがこう確定した、真実がですねまだ見つけきれてないっていう状況で、観察的にこの品種はこのぐらい時間がかかりましたよとか、このぐらいの年数でだいたい果実が取れましたよっていうこういった観察的な研究の報告はあるんですけれども、じゃあなぜこんなに年数がかかっているのかっていうことはまだね未だにこう未知数な部分が非常に多い作物になります。はい、でトマトとかねこう、
なんだろうな、トマトとかナスとかね、ああいった野菜みたいにこう種の植え付けから収穫までがだいたい4ヶ月とかね、こういったかなり高サイクルで果実の収集ができるものはですね、やっぱり研究が進むんですね。やっぱりいろんなこと試せるので、こういう風にしたら果実が早くなったとか、こういう風にしたら果実が美味しくできたとかですね、味とか色合いとかどうなのかっていうのがすごく研究がしやすいんですけど、やっぱアボカドっていうのはすごく年数がかかるので、その分ですね、研究もしにくいっていうのがね、やっぱ大きな、一つの特徴があります。なので、こういった観察研究でも非常に価値があると思います。はい。で、ちょっと次回にですね、ある程度現在その花がどのくらい咲くのかっていう研究なんですけれども、次回はちょっとじゃあこの葉弱期っていうのがものすごく長いんですけれども、いろんな人が研究していて、この葉弱期を短縮するためにどうしたらいいのかっていうのをですね、多くの研究者たちが研究しているので、ちょっとそこら辺次回ねやっていきたいなと思います。はい。で今回はアボカドの花は、いつ咲くのか、っていう感じだったんですけれども、一応研究によるとだいたい5年から6年くらいで花が咲いて、5年から7年くらいで果実が収穫できるっていうのがありますので、ぜひね、ご自宅でアボカドの果実をですね種から取って水耕栽培でも土壌栽培でも何でもいいんですけれども、栽培されている方はですね、この辺ちょっと狙ってやってみてもいいんじゃないかなと思います。希望が持てますよね。5、6年だったら頑張ろうって思いますよね。はい。ちょっと長いかな。で、接ぎ木っていう技術をするとね、もうすぐ花が咲いてすぐ果実の収集ができるんですけれども、継ぎ穂の獲得が難しいよっていう方が非常に多いと思うので、だいたいこの目安として、覚えておいてもいいかなと思います。あとちなみに少し余談なんですけれども、種からですね、やっぱり発芽させて果実を収穫すると品種が変わってしまいます。で、基本的には美味しくない品種ができると言われるんですけれども、かなり稀なケースでは美味しいものができると言われます。はい。やっぱりですね、過去、私たち人類っていうのは、いろんな種を交配させて今、美味しい果実を作ってきたので、その果実を超える新しい品種更新がね、なかなか家庭で出るかと言われるとちょっと難しい側面があるので、種からできるんですけれども、食べた果実と同じ味になるかどうかは、おそらくならないであろうと。でそして美味しいかどうかで言うと、おそらくその食べた果実の味は超えられないであろうっていうふうにね言われているんですけれども、アボカドの場合はほとんどメキシコから来て輸送がされるので、その分のこの輸送の、距離とかですね、長さとかですね、取れたてが食べれないっていうことを考えると、果実ね、ご実家で、ご自宅でね作った方が美味しいのかもしれないです。ということで、今回はアボカドはいつ花が咲くのっていうテーマでお話しさせていただきました。ということで、このチャンネル面白いな、いいね、このチャンネル面白いなとかためになったなという方はぜひいいねボタン、チャンネル登録の方していただけると嬉しいです。あと、僕のオンラインサロンでも、このようなアボカドの整理整体ですね詳しく書いておりますので、そちらの方も、ぜひチェックしていただけると嬉しいです。ということでご視聴ありがとうございました。バイバイ。